んな旅してみたい。ガンジス川の向こう岸に地図にも載らない場所があります。そこにはハイチーズの代わりにサモーサと叫ぶ子供たちがいます。祈りの聖地インド・バラナシ。今日は旧市街を抜けリキシャとトゥクトゥクに揺られます。目指すのはとある小さな場所。そこには何度でもただいまを言いたくなるようなたくさんの笑顔が待っています。そして夕暮れ時のメインストリート、細い路地に満ちるバラナシの暮らしの時間。祈りと日常が入り混じるこの街の少しだけ深くまで一緒に歩いてみませんか。今日の旅が終わる頃にはあなたの心にもただいまが生まれているでしょう。インド・バラナシの午後、旧市街から少しだけ離れ、今日はとある場所へと向かいます。まずは力車に揺られてバラナシの路地をひたすら南へ。運転席のすぐ後ろ、むき出しの鉄のフレーム、色あせたクッションに腰を下ろしてバラナシの景色の中を駆け抜けます。クラクション、バイクが地面を蹴る音、人々のざわめき、バラナシの心地よい喧騒が前から後ろへ次々に過ぎ去っていきます。お父さんが漕いでくれる力車のペダルのリズムに合わせて細い路地を曲がるたび、景色はくるくると入れ替わります。チャイ屋さんの前を通り過ぎれば甘いスパイスの香りがふっと風に乗って届きます。路地には今日も変わらない暮らしがあります。ガンジス川のすぐそばにある聖地の顔とはまた少し違う人が暮らしているバラナシの横顔。その間を力車はゆっくり進んでいきます。まずはガンジス川に架かるサムネ川とラームナガル橋の近くまで。それにしても力車の運転はかなりのハードワークです。お父さん、ありがとう。ここからはトゥクトゥクに乗り換え、サムネ川とラームナガル橋を越えてガンジス川の向こう岸へと渡ります。インド・バラナシの郊外、ガンジス川の向こう岸、ラームナガルという小さな村にマザーベイビースクールと呼ばれる学校があります。今日はこの学校の子どもたちに会いに来ました。この学校を作ったのは作家であり旅人でもある高橋歩さん。日本から集まった仲間たちと一緒にこの場所を生み出しました。教室では読み書きや計算といった基礎科目に加えて英語やヒンディー語、そして平和や世界について学ぶ時間も大切にされています。この場所を支えているのは NPO 法人オンザロードと世界中から集まるボランティアたち。教えるのは勉強だけではありません。音楽やダンス、絵画、日本の遊び、旅人やボランティアたちがそれぞれの得意なことを持ち寄ってここで暮らす子どもたちとの時間を分かち合っているのです。子どもたちの声、テキストをめくる音、ノートと鉛筆の匂い、黒板に向けられる眼差し、その一つ一つに
当たり前ではない幸せが静かにけれど力強く息づいています。先生たちの優しさ、遠くから見守る家族たちの願い、そしてこの学校を立ち上げた高橋歩さんとその仲間たちの思い。ここはたくさんの愛が折り重なってようやく形になったガンジスのほとりの小さな希望の塊です。休憩時間がやってくると子どもたちの笑顔はより一層大きくはじけます。カメラを向けると子どもたちが一斉に叫びます。日本ならハイチーズだけれど、ここの子どもたちはなぜかサモーサ、インドのおやつの名前を叫びながら笑顔までカリッと咲く、その瞬間がたまらなく愛おしいのです。さて、そろそろ帰りの時間です。また5ヶ月後、子供たちとの再会の約束をして夕日に背中を押されます。みんなありがとう。学校の子どもたちに別れを告げてガンジス川を渡り、バラナシの旧市街へと戻ります。ダッシャーシュアメドガートロードをガンジスの方角に向けて歩けば、夕方の光が路地に長い影を落とします。さて、バラナシで最も賑やかなこの通りを夕暮れのお散歩気分でゆっくりと宿へ向かいましょう。灰をまとった一人のサドゥが太鼓を鳴らしながら通り過ぎていきます。体のすべてを灰に委ね、神様だけを見つめる修行者。さまざまな人たちでにぎわうこの通りにも、こうして静かな祈りの時間が流れ込んできます。サフラン色の巡礼者の方々も大勢いらっしゃいますね。さて、入り組んだ細い路地へと足を向けます。この道に一歩踏み入れただけで、さっきまでの賑やかさがすっと遠のいていきます。代わりに聞こえてくるのはこの街の暮らしの音。路肩で語らう人たち、シルクを売る店にスパイスのお店、薬草屋、そしてチャイのお店。濡れた石畳に見上げれば細い空。そんないろいろが混ざり合って本当のバラナシの街を形作っています。この街の夕方は一日の終わりというよりも、まるでもう一つの始まりの時間のようです。バラナシの7月、優しさに包まれた今日がゆっくりと暮れていきます。